急げ急げ急げ。おやレビアタン、何をそんなに慌てているのですか？バルバトス、もうすぐオタク FM が始まっちゃうからラジオを聞く準備をしないと。ラジオですか。いいですね。実は私も以前ラジオのお便り投稿に夢中になっていた時期がありました。バルバトスがラジオにお便り？なんか意外だな。ちなみになんていう番組に投稿してたの？マドモアゼル星の場のオールナイトデビルダムという番組なのですが。偶然、僕もマドモアゼルの大デビよく聞いてたよ。ラジオネームは？アニデーモン茶会事件です。アニデーモン茶会事件さんですか？おや、ご存知でしたか？まさかあの伝説のハガキ職人がこんな近くにいたなんて。バルバトスさん、一緒にオタク FM 聞きませんか？いや、ぜひご一緒に拝聴させていただきたく、何卒よろしくお願い申し上げたて祭り候。オタク FM アニメ&チルシーズン2。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーシーズン2の情報などさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第3回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。皆さんこんにちは。ディアボロ殿下に影のように付き従う火の打ちどころのない羊バルバトス役の原田正幸です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、原田さんは今回がオタク FM 本編初登場となります。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ね、ミニの方にははい、出ましたはい、来ていただきましたけど、結構もうなんかついこの間みたいな感じなんですけどいつの間にか時間が経ってしまいましたね。ついに本編に来ていただいたということなんですけども、どうですか？いや、もう全然違うというか緊張というか、いやでも全然すごい楽しみで、やっぱり前回というかアニメシーズン1の最終回であんまり動かなかったし、僕ばっかり喋ってたんでね、他のサブキャラクターにすごい申し訳ない気持ちもあってこの時を楽しみにしておりましたよ。まあね、本当になんか打ち合わせの段階からミニとは違ってすることが多いと言ってらっしゃいましたけども、今回も加田さんにも頼りっきりで、いや2人で頑張っていかないといけないです。盛り上げていきましょうよ。今回のラジオっていうのはアニメオベイミーシーズン2第3話、ついにこの日が花瑠璃誕上映会のアフレコ終了後に収録していますと。番組をお聞きの留学生の皆さんはね、もうご覧になっていただいたと思いますけども、どうでしたか？楽しかったですね。楽しかったですか？多分今回のこのアニメでバルバトスの絶対見たことない一面が見れたと思うんですけどご本人なかなか苦労しましたね。なんかこだわりのシーンがあったとは思うんですけども、1話に続いてサイドキャラクターが勢ぞろいということやって、第1話はね一言だけやったんですけど、今回がっつりね、持ちまで担当させていただいて、最初から最後まで登場してましたけどそれ見てどうでした？動く姿とか。やっぱ動くところは全然やっぱり今までってやっぱりそのオーディオドラマが中心だったんで、やっぱり動くと違いますね。どう違います？やっぱ声だけでやる時ってやっぱり動きをイメージしながらもちろんやってるんですけど、動きがあると逆にその動きを超えた演技ってできないじゃないですか。もともとそこにね、アニメが存在してますからね。そこのちょっとすり合わせというかあるから、でもその作業は楽しかったですけど、やっぱ普段のオーディオドラマとは演技の仕方がちょっと違うなっていう。やっぱり絵がありきなんでね、どうしても動くバルバトスを見てどう感じました？感動というか、感慨もひとしおというか今までなかなかね、見る機会もなかったしね。もう僕個人としては、やっぱ最後のあれにそうですね、もうあそこに至るまでの今回はシナリオだったのかなって個人的な気持ちとしてはですか。大判焼きの王ちゃんは以前僕もちょっと
ふわっとやらせていただいたんですけども、まさかなんか若干それがベースになりつつあるみたいな雰囲気が出てて、それお手本にしてくださいって言われましたからね。あれはちょっとね申し訳なさとなんかがありましたけどね、なんかずっと声がって言いながら喉がっつって大丈夫って思いながら見てましたけど、はい。身を離るりちゃんもだいぶこのメインどころにすごい表に出てきましたね。そうですね。まあついにこの日がってレビもねずっと感動してましたけど、これもしかしたらスピンオフになったりするのか。めちゃくちゃ楽しみですけどどんどん世界が広がっていくんだろうなっていう感じがしますけど、まあねサイドキャラクターもこうやってアニメシーズン2ではこれからもどんどん出てきてくれるでしょうから、はい、ね、今後のバルバトスの活躍っていうのも楽しみにしていただきたいと思いますね。はい、僕も楽しみにしてます。はい、といったところで今日はほんま原田さんとガンガン盛り上がっていきたいと思います。原田さん大丈夫ですか？もう結構手いっぱいいっぱいで。そうです。そんなめくるとこないはずなのになんでその台本めくってるんですか？手持ちまだ2ページ目しかそんな手持ち無沙汰で動かすことないと思いますけど、段取りはい、落ち着いていきましょうか。では始めていきますか。はい、番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM、 オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。はい、いい声で呼んでいただきましたけども、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆる普通のお便りふつおたを紹介していくコーナーです。それでは原田さん早速紹介していきましょう。早速読んで大丈夫ですか？じゃあ原田さんからいきますか、はい、お願いします。テリーさんからのお便りです。はい。原田さんへ、私はあなたを愛していて、あなたが歌ったクレイジーアバウトユーをいつも繰り返し聞いています。アニメのシーズン2でバルバトスに会えることを願っています。はい。質問です。ハンサムな執事バルバトスを最初に見た印象はどうでしたか？なるほどですね。最初もう初めて本当に会った時っていうのは、もう絵だけ見た時と、セリフだけいただいた時に、まあ落ち着いて、でもあんまり感情を出さないキャラ、というイメージで最初やったんです。だから最初の待ち受けとかシステムボイスとかの電話ですね。だからすごいその起伏がなくて結構トーンも落としてやってたんですよ。多分今やってるバルバトス聞いてもらったら多分トーン1個か2個ぐらい上がってると思うんですよね。だからやってるうちにやっぱりあ違うんだ、こう冷たいだけのキャラじゃないんだっていうのはどんどん出てくるから、今とその最初に撮ったやつ聞き比べてもらったら多分全然違うと思います。でもみんなそうやと思いますよ。そうですよね。キャラクターというか、まあその僕やったらレビアタンを深く知れば知るほど、あこんな一面もあんねや、こんな一面もあんねやっていうのを知っていって、やっぱレビと一緒に成長してる感じが、一体化が進んでいくというかね。だからバルバトスもそんな感じっていうことですね。そうだから全然今はお茶目なところもあるし、坊ちゃまのことになったら全然やっぱり全然違うとこ出てくるしで、そうですね。そう全然その最初見た時とは印象は180度とは言わないけど、60度ぐらいは変わってると思いますよ。まあでも執事としてここまで完全無欠なんかっていうのはね、そうなんかいろいろ重ねるごとにそうなんやっていうのが増えてきます。どんどんなんかできること増えてる気がするんでね。っていうか原田さんあれですね、質問読むときやっぱめっちゃええ声ですね。めちゃくちゃええ声です。お便りとか読むの初めて。いやそんな初めてでそんな冷静にええ声で読まれたらこっち立つてないんですけどいいなーって思いながら聞いてました。ありがとうございます。はい。じゃあ私が続いて、紹介したいと思います。バゲットさんからいただいたお便りです。オタク FM のシーズン2とても嬉しいです。宿題をしながらいつもオタク FM を聞いています。皆さんへの質問です。 D ジョブズで仕事をしなければとならなかったらどこで誰と働きたいですか？みんな大好きという質問をいただきました。はい、はい。気になるんですけど、誰と働くっていうのはまず置いといて、誰と働くって言ったらやっぱ僕はもうレビで働きたいのがあるんですけど、霊廟ってあるじゃないですか。あれ何してんですかね？お墓でしょ、要するに霊廟って、掃除ぐらいしか。まあなんか霊廟っていうぐらいやから、まあ過去のね、なんか副葬品とかがもしかしたら入ってて、見張りとか墓守的な、そうマモンから守るとかね。
もう限定的マモンとか常になんか忍び込もうとしてる感じは、はい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 歴代の魔王が眠っている場所だということなんで、全部の中で2番目ぐらいに時間長いですよ。そうあんな時間何してんのかなと思う。そうなんですよ一回ちょっと興味ありませんね。あんまり何回も行きたくはないところはあるんですけど、他のとこだったらね、イメージは接客とかね、0秒でしょ。何してるんやろ。毎回そこにみんな誰かを派遣してるんですけどしてるんですけど、自分が1回ぐらいやったら行ってみたいかなっていう気はしますよね。僕怖がりだからお墓無理ですね。じゃあどこが行きたいとかあります図書館かな。誰とってなった時、バルバトスで言ったら絶対坊ちゃまなんですけど、誰かとなったら、図書館だったらやっぱサタンが、でもサタンだ仕事しないな、本読んでるなルシファーあたりがテキパキやってくれそうだから。なるほど、自分以上に仕事をしてくれそうな感じはありますよね。ありますね。はい。じゃあ原田さん、もう一通ぐらいいきますか。はい。サニーさんからのお便りです。はい。原田さん、あなたの声はとても落ち着きがあって好きです。その通り。質問ですが、バルバトスの声優をやっていて良かったと思うことは何ですか。なるほどですね。それはもう今ここにいることですよ。だってやってなかったらもちろんここにいないし、今日がないわけだから、もちろんバルバトスをやったからこそ、歌も歌ったし、アニメも出たしで、初めてのことに挑戦できたので、もう良かったと思うことばっかりですよ。はい、Me tooですよね。みんな多分それは同じだと思いますよ。そうやと思います。はい。ちょっとお時間が来てしまったと、紹介しきれなかったんですけどもね、本当に皆さんからのメッセージはすべて目を通させていただいてますので、本当ありがとうございます。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。Twitter、Instagram、Facebook など各 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上、テルミーでした。コンビンスミー。はい、ありがとうございます。こちらは留学生の皆さんからオベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを投稿してもらうコーナーです。それでは早速紹介していきたいんですけども、まずバルバトス宛てをちょっと読ませていただいてもいいですか。はい、どうぞお願いします。これちょっとね、自分で読むってなるとちょっとねあってなっちゃうところがある。ちょっとね、そんな経験ないからな。じゃあ読ませていただきますね。ふまさんからいただいたメッセージです。バルバトス、原田さんへ。バルバトスを押させていただいているものですストーリーやカードなどやっていくうちにだんだんと好きになって、イラストもたくさん描かせていただいています。ありがとうございます。カードストーリーでは可愛いところがたくさん見れたりと楽しんでいます。バルバトス自身も声優の原田さんもどちらも好きです。今まであまりハマったものがなく、たまたま YouTube の広告で見たことがきっかけでこんなにハマるとは思いませんでした。もう他にハマるようなものはなく、自分は嬉しいです。これからもバルバトスのこと推していきます。これからも好きです。ありがとうございます。いやこの感情は何だろう。ご感想いやもう感無量ですね本当にだってこういうお便りいただけるのもね、バルバトスをやらせていただいてるからだから嬉しいですね。これだけ押してくださってるっていうね方がいるのが実感的な嬉しいことですよね。ありがたいですよ。はい、じゃあレビアタン宛てのお願いしてもいいですか。はい、じゃあ読みます。アワリーカラスさんからのメッセージです。ありがとうです。レビーを初めて知った時、レビーには私にも似た一面があると思いました。私もいつも部屋に引っ込んでアニメが好きです。わかる。レビーがゲームをしているのを見て、私がコンピューターサイエンスを専攻するきっかけになりました。すごい。今は学校で楽しんで勉強しています。たくさんの友達ができました。レビーにとても感謝しています。よかった。いや、すごい影響力ね。今は学校で楽しんで勉強してると、すごいたくさん友達がいるっていうのはレビー的にはどうなの？いや、そうですね。レビーがきっかけでコンピューターサイエンス専攻するきっかけになりました。そのおかげでたくさん友達ができたっていうなら、レビーにとっても嬉しいことでしょ。自分がきっかけで、だって
ね、学ぶものを見つけて、その上で学校が楽しくなって、さらに友達もできたんでしょ。すごいな。いやいいじゃないですか。いずれバルバトスの影響を受けて執事になる人ができたらすごいな嬉しいな。それはすごいなめちゃくちゃ。でもこうやってね、レビがきっかけでなんか自分が進む方向が決まったって言っていただけるのはすごくね、嬉しいし感謝してますって。もうレビも感無量でしょう。自分のおかげでね、その友達をちょっと分けていただきたいようなぐらいじゃないですか。はい、はい、さあ続いてです。お、原田さん、この方のやつちょっと原田さんご自分でどうですかちょっと読みましょうか。熱い思いがすごい、はい、溢れ出してますけども、はい、ピンクリームさんからのメッセージです。はい、バルバトス、あなたが大好きです、いざ推しへの愛を語れるとなっても好きすぎて逆にまとまりません。バルバトスならきっと文章をまとめる作業も上手なんでしょう、バルバトス推しとしてもっと文章力を鍛えます、しかし今の全力を持って愛を叫ばせていただきます。私はバルバトスの真面目で努力家なところが好きです、イベントストーリーなどで MC とゲームするような場面でも全力で任しに来て手加減なし、容赦なし、真面目な真摯さを感じてとても好きです、たくさんお菓子を作ってくれるところも好きです、甘党なのでバルバトスのお菓子を食べに魔界に行きたいです。そうね、兄弟たちにうさんくさいとか腹黒そうで苦手とか言われているところも好きです。めっちゃ好きやな。丁寧で優しいバルバトスが大好きです。めちゃくちゃ好きや。でも完璧執事甘えてくれない、私もいっぱい甘やかしたい、お世話したい、反省会で頭をひたすらなでなでしてました。なるほど。念願のバニーボーイイベントではお世話させてくれたので狂喜乱舞いたしました。ありがとうございます、キャラクターソングも最高でした、ティーザームービー公開の時点で曲を聴きながら感極まり泣いてしまいましたが、その後のジャケ写、曲タイトル公開と供給の嵐に毎日心はお祭り状態、オタクがパリピになるレベルです。すごいレベルだ。クレイジーアバウトユーなんて言ってくれるの？タイトルだけでなく歌手として歌ってくれるの？ならあの素敵な声でクレイジーアバウトユーって言われてしまうのかとタイトルだけで大騒ぎしました。いや幸せ。ジャケ写もとってもかっこいい。バルバトスの角の形好きです。僕も好きです。改めてバルバトス好きだなと強く思いました、ラジオに投稿というのは初めてなのですが、これも愛ゆえ、私もあなたに夢中がゆえ、今日もたくさん頭を撫でてマカロンプレゼントします。愛してます。すごい熱量そうですね。ここまで愛していただけると、本当に役者冥利に尽きるというか、いや本当に幸せですね、なんかあれやな、僕ちょっと愛の手みたいな感じ入れてましたけど邪魔でしたね。いや大丈夫です。これはちょっと余計なことしちゃったかなと思うんですけども、これだけ熱い思いを投稿してくださるっていうのはすごいですね。全面的に好きですね、バルバトスのことが本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、とても伝わってきております。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんからオベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM コンビンスミーをつけて投稿してください。コンビンスミーの綴りはアルファベットで CONVINCEME です。以上コンビンスミーでした。はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。原田さん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。バルバトスで Crazy About You。お困りのようならご相談に乗りましょう。スタイリングやメイクアップ、会食の準備もしましょう。世話しない日常と思われてるのでしょうか。でも私にとっては嬉しいんです。完璧なスピリッツ、抜かりのないスキン、さあお望みならブリーズ、はい紅茶を入れましょう。満たされるハート、あなたといれば欲してしまう I'm crazy about you。 私にも止められないたぎる思い。
要ならご相談に乗りましょう。ソーイングにクリーンアップお手の物です。世話しない日常だってあなたのためなら私にとっては愛しいんです。完璧なスピリッツ、抱きしめたいフィーリング、さあ振り向いたら Please もう誰にも渡せない、oh I can't take this my feelings for you I'll make you mine。 あなたのこといつも喜ばせたい、私に全て任せてください。でも無礼は決して許しませんよ。何度だってあなたを叱ってあげる。 I want you Cause I love you I'm so crazy about you。僭越ながら8月22日は私の誕生日です。坊ちゃまから何をしたいか何が欲しいかというリクエストを聞かれておりまして、少々悩むこともありましたが、そのおかげでとても充実した誕生日を過ごすことができそうです。今回は特別に去年の誕生日の思い出を振り返ることもできるようですよ。皆様と人間界でのイベントを楽しんだことが思い出されます。わがままを許していただけるのであれば、あなたの時間をぜひ私にください。お待ちしています。また帰ってきた即興嘆きの館劇場。はい、ありがとうございます。こちらはオタク FM ゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作し、ゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はい、前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイデアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました。そして今回は原田さんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけです。仕上がりはいかがですか？いや、もう期待通りというか、期待通り、もう思ってた通りというか、いやね、本当にもう期待通りのストーリーが出来上がったっていうことで、じゃあ読んだ感想としてはもう満足やと。そうですね、もうやりたかったことができてるので、じゃあそのやりたかったことを2人でどう表現していくかと。もうレビアタンに付き合ってもらって、僕も楽しみにしておりますので、ではそれでは早速始めていきますか。今回のタイトルはこちら、バルバトスのネズミ退治。なぜここにいるのですか？今日明日嘆きの館には誰もいないと聞いていましたよ。その予定ではあったんだけど、来月行われるラッド全校生徒地獄見学ツアーの下見に兄弟全員で行っているはずですよね。実は急に体調が悪くなって家で留守番することに。おかしいですね。だとしたらルシファーから私に連絡が来るはずですが。いや、まだルシファーには行ってないんだよね。後から向かうって連絡はしたんだけど、体調の件はこれから。なるほど。つまりはこういうことですね。実際はゲームをするための仮病、かつルシファーには今からでもいいから来いって言われないように、体調不良の件はギリギリになってから伝えようとしている。合ってますか？さすがバルバトス。読心術？なんでそこまで分かっちゃうの？相変わらず天才だね。天才は言い過ぎです。
特に今回は誰にでもわかります。ゲームのコントローラーを握ったままですし、体調が悪い時に普通レインボーピザ2枚、ポテトにナゲット、コーラ L を頼まないでしょ。このことはくれぐれもルシファーには考えておきましょう。でもなんでバルバトスはここに？聞いていないのですか？嘆きの館に幻覚ネズミが出るらしく、兄弟の留守中に駆除を頼まれました。え？幻覚ネズミ？はい。見たことないですか？僕はないな。っていうか、そもそも幻覚ネズミって何？その名の通り、噛まれると幻覚を見てしまうネズミです。マモンが1匹見たという話だったのですが、一度の繁殖で数千匹生まれるので、厄介なことにならないように急いで駆除しなければと馳せ参じました。なんか面白そうだね。手伝ってもいい？ちょうどゲームやりすぎて手が痛いから休もうと思ってたんだよね。ん？そうですか。いいでしょう。ただしくれぐれも噛まれないようにしてくださいね。で、どうやって駆除するの？チーズをセットしてバーンって挟むやつ？いいえ、その手のタイプもあるにはあるのですが、今回はこれを使います。ロケットランチャー？ネズミ1匹に？はい。ネズミだから小さいだろうと決めつけるなんて経験が浅いですね。幻覚ネズミの全長は2メートルから5メートルですよ。それをマモンしか見てないの？てかそんなの見たらもっと大騒ぎになるでしょ？確かにそれはおかしいですね。ん？何この声？しゃがんで。壁ごとぶち抜いちゃった。うわ別のネズミでかい。危ない、逃げてください。幻覚ネズミ10メートル級です。サタンの部屋に逃げました。追いかけますよ。嘆きの館がボロボロだ。仕方ありません。幻覚ネズミの駆除を優先しなければ。しかし隠れてしまったようです。ならばこれを使うしかありませんね。何これ？チーズでおびき寄せて挟むやつのでかいやつ？はい。ただし幻覚ネズミの餌はチーズではなく人もしくは悪魔です。レビアタン、チーズの代わりにセットされてください。僕？無理。早くお願いします。ちょっとそんな強引に。来た。大丈夫、罠が作動しますから。おや、動かない。ちょっとバルバトス。やっと目が覚めたようですね。捕まえましたよ。これが幻覚ネズミです。手のひらサイズ。10メートル級じゃなかったの？あれ？館がなんともなってない。幻覚を見たようですね。これに噛まれてましたから。でも安心してください。ほんの少しの間幻覚を見るだけですから。そうなの？とりあえずよかった。また10メートル級の幻覚ネズミ？どういうこと？おやおや、私かあなたどちらかが幻覚を見ているようですね。どうせ覚めますから一緒に一暴れしましょう。また噛まれちゃったの？どちらかの幻覚？どういうことだ？どっちでもいいから早く目覚めて。さあお聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか？はい、楽しかった。楽しかったですか？楽しかったですね。やっぱり掛け合いは楽しい。
もう仕上がりはもう満足やと満足ですねいうことをおっしゃってましたけども、そもそもリクエストっていうのはどんな感じだったんですか？もうネズミ退治を、したいと、ネズミ絡みの話っていうのが今まで僕は一回もやってなかったから、やっぱバルバトスといえばっていうところもあるじゃないですか。バルバトスといえばネズミネズミと相対した時だけこう感情がすごいことになるみたいなね、なるほどところがあるんで、そこをやりたかったんですよ。で当初は、もっといろんなアイテムをねなるほど出したいなっていうのが、で最終的に館が粉々になってでも一晩で戻っちゃうみたいなね、直しちゃうみたいな。結構某猫型ロボットリスペクトで嘆きの館破壊爆弾とか出したかったんですけど、そうですね、瀬戸際ですね。ピーカーアイテムにもし名前があったらそれっぽく読もうかなとか思ったんです。なるほどなるほど、危ないですね危ないですね本当に。そうだからよかった。いやでもロケットランチャーを何食わぬ顔でぶっ放していくバルバトスっていうのもね、なかなか面白かったですけど、兄弟がいないからこそできた。それに巻き込まれてるレビアタンがかわいそうな気はしますけどねレビアタンと何かをやるってなった時に、バルバトスでしょ、絶対レビアタンがひどい目に遭う話しか思い浮かばなくてだって幻覚やとしても、恐ろしい化け物に食べられそうになってるっていうやつと、ロケットランチャーの爆発に巻き込まれてるっていう幻覚は実際見てますからね。笑顔思い浮かんでくれたらねこっちのもんですよ。なかなかこっちのもんですよ言うてなかなか激しい物語やったんですけど、いやもうでもレビアタンも想像以上の演技をしてくれたので、それはそう言っていただけると嬉しいですね。レビアタンのリアクションあるとね、やっぱり全然こっちもノリが違うじゃないですか。それはちょっと心が温まる先輩にそうやって言っていただけるとありがとうございます。もう楽しかったです。とても楽しかったですね。満足のいく仕上がりのシナリオを皆さんの満足にいく感じでお届けできていればなと思いましたはい、ありがとうございました。はい、以上また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。はい、お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。原田さんいかがでしたでしょうか？いや楽しかったですよ。本当ですか？そうミニに比べてやっぱりね、そうですね、ボリュームが違うんで、確かにそう最初結構不安があったんですけど、ね、やっぱメッセージとかをね、ミニとは違ってね、いただくじゃないですか。はい、もうダイレクトに来るから、すごい嬉しいしね、留学生の皆さんの声っていうのがね、届いて紹介できてっていうのは幸せなことですよね。めちゃくちゃそれを実際にね初めて体験したということで、ね、原田さん的にも楽しんでいただけたかなと思っております。ね、個人的には原田さんのそのタイトルコールを言ってくださるじゃないですか。あのタイトルコールってね、他の兄弟であったりとか、殿下であったりとかっていうのは結構ね遊ぶんですよ。そう自由にやりおるんですよ確かに、はい、それを原田さんはもうすごくいい声で落ち着いたトーンで言ってくださってたのでこちらとしてはねすごい穏やかな気持ちでしたそうですかありがたいなと思って。確かになんか、そうだな、原田さんのその人間性の優しさっていうのがそのタイトルコールにも出てるなと思ってすごいプロファイリング、僕はとても穏やかな気持ちでやるので嬉しかったですはい、そして次回のオタク FM なんですけども、サタン役の角信也さんが遊びに来てくれますということですね。サタンで、アニメのシーズン1でめっちゃ好きなシーンがあるんですよ。お聞きしましょう。アスモ姫あったじゃないですか。あったね、あの時に馬になるでしょ。なりますね。あの時の舌打ちめっちゃ好きなんですよあそこもめっちゃ迫真の舌打ちが一部で話題になったという一部で大人気、一部というかもう大人気のアニメでサタンが憤怒を表したのはあそこだけじゃないかな、いや確かにねあれ面白かったですよね。あの話大好きなんです。僕らもやっててすごい楽しかったですあの回はい。ちなみにその次回のアニメ第4話っていうのが名探偵サタン2またやるんですか？はい、そうです、2になってタイトルからもお察しの通り探偵に扮したサタンが活躍する
回となっております。これ活躍かっこはてな活躍というとちょっと語弊が、いや活躍してくれるんですよ。活躍すると書いてありますから、今度こそじゃあ殺人事件が起きたりするのかな。どうですかねどんなお話になっているんでしょうかと。あの時の人のプリン食べみよあれもかなり好きだった、これがね今度はどんな事件が。あれだってアスモちゃんのそうですよ、珍しいツッコミ会でしょ。そうですね今回もツッコミなのかな。そうです。アスモちゃんって意外とねどっちもいけるんですよね。ああそうですね。先ほど言ってた RPG がアスモ姫の回はアスモちゃん完全にボケ側倒してましたよね。はい。だからね今回はどうなるのか。どうなるのかな。ねサタンがどんな活躍するのかといったところもね楽しみにしていただければなと思っております。はい。ということでねそろそろお別れのお時間でございます。原田さん最後に何か言い残した言葉あがれ。言い残したこと。アニメ今まで2話出てるんですけど、全部ね5人との出演なので、よければバルバトスメインの回があればね、サイドキャラクターがねみんなで出てくれるのが多いですからね。やっぱりピンの活躍が欲しいなと。バルバトスが今度はオンリーでオンリーというかメインで背筋バルバトスの一日。いいですねいいですねそれはもう外に向かって訴えかけてくださいぜひね外に向かって訴えかけていただければと思いますけども、はい。ということで今後のねバルバトスの活躍にも注目していただきたいと思います、ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とバルバトス役の原田正幸でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。